はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップルの最新情報や SEC 関連の情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方からですね、情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。SEC は略式判決に対するリップル社の異議申し立てに対して、再編集された回答書を提出しましたということで、いつも通りですね、ジェームズさん、共有の方、情報共有してくださいました。弁護人の、元連邦検察官のジェームズ・フィランさんって方ですね。で、今回の動画の概要欄の方に、今回のね、動画のブログの元記事、リンク貼っておきますので、そちらクリックしていただいて、このドロップボックスのね、リンク、クリックしていただければ、元のね、データの方を見ることができます。で、これに対してですね、ビルさん、弁護人デジタル資産家愛好家のビルさんですが、ジェームズさんありがとうございますと、ヒンマン文書が、略式裁判の判決に関連してくる可能性がどの程度あるのか、またこの段階で公開する必要があるのかどうかを確認するために、まず公正な通知の問題についての、回答を見てみようと思っていますと。で、この方ですね、XRP レジャープロジェクトのリーパーフィナンシャル CEO のパトリックさんですね、XRP レジャーのプロジェクトで、リップル社を擁護するですね、アミカスブリーフを提出された企業になります。で、この方はですね、客中43をよく見ると、SEC は SEC 対リップルラボ事件の結果は XRP レジャートークンには関係ないと、事実を言っていることがわかりますと。で、私たちはまだリップル社を支持しており、この裁判が実際に私たちに影響を与えることを知っていますが、これは私にとって小さな勝利ですと、勝利と言えますというね、コメントされてます。で、文書の方はね、こちらになりますが、その他、本件の範囲を大きく、超える遠回しな議論としては、SEC が XRP レジャーを構成するソフトウェアコード自体が証券であるという長年の立場、あるいはその台帳上で発行される非 XRP トークンについて主張していることなどが挙げられますという書かれているので、この非 XRP トークンというところで、そこをね、着目して XRP レジャートークンには言及してないということで言っているのかと思います。ただね、XRP トークン自体が、もう有価証券ではないかっていう議論している中で、XRP レジャートークンがね、それから弾かれるのかっていうのはちょっとね、考えようですので、そうじゃないっていう意見もね、あるかとは思います。で、そしてですね、この方、デルフィー社の、最高法律顧問のガブリエルさんって方ですね。で、内容の方がですね、リップル社に対する SEC の回答書を読みましたと。で、リップル社や一部の代理人が主張する投資契約の仕組みはおそらく投資契約が本来持つべきものであり、その通りだと思いますと。しかし、ハウェイは期待すなわち義務であるっていうところからですね、スレッドの方が始まってます。原始的な裁判員で構成された、裁判所があれば、リップルによる1933年法律以前のブルース会に基づく判例法の議論は、非常に有効なものになるでしょうと。ブルース会法っていうのがありまして、それはですね、一般市民を詐欺から守るために証券の募集と販売を規制する米国の州法で、最初のブルース会法っていうのが1911年に、カンザス州の銀行員であるジョセフ・ノーマン・ドリーさんの要請で制定されて、1911年からですね、1933年の間に約47の州がですね、そのブルース会法っていうのを採用したといった、法律になります。で、しかし、その、私たちが今実際に生きている現代ではそのような主張は、通用しないでしょうと。だからリップル社のね、その主張っていうのは、以前のね、古いね、裁判員で構成されてされていて、なおかつその古い法律の上では強力なものになるけども、現在はそうではないと。で、何かというと、パラダイム社の法定助言者の、としての主張は、ハウェイの判例法そのものに基づいているんですが、これらの議論に対する SEC の見解が勝利すると思うと。で、パラダイム社っていうのは、同じくですね、リーパーフィナンシャルと同じくリップル社を擁護するアミカスをね、提出した企業になります。で、SEC は、過去の事例における法的契約の存在を本質的に無視した上で以下のような見解を示しているのであると。で、SEC の主張ということで、ハウェイの投資契約っていうのは発行者、販売促進者と購入者の間の法的契約ではなく、またそのような契約の存在を要求するものでもないと。だからそもそもがもう投資契約っていうのはその存在を要求するものではないと。だから投資契約があったかどうかって議論する余地はないっていう形ですね。で、ハウェイのテストが満たされた場合は法律による暗黙の契約となると SEC が主張していると。
で、つまり SEC によれば、ハウェイテストは投資契約が存在するかどうかの前提条件として、契約の存在を要求していないと、そもそもね。で、ハウェイテストは当事者の期待、義務ではないに基づき、そのような契約が存在するとみなされるかべきかどうかをテストするものであると、それ自体がね。で、リップル社にはぜひとも勝ってもらいたいんですが、ただ、そうなる可能性はかなり低いと思うと。公正な通知っていうものがあれば別ですがと。公正な通知っていうのは何かと言いますと、SEC がリップル社に対して暗号通貨の何が悪くて何がいいかっていうのを事前に説明がされていなかったというね、リップル社の主張と。だからそちらがね、通ればどうかの別ですがっていうところですね。で、裁判官は、ハワイテストの目的は、証券法の外で投資商品を販売するための抜け道を防ぐことだと考えているようですと。で、長期的には我々が直面する問題は以下の通りであると。ハウェイは事後的に特定の救済を実現するために設計されたテストであると。で、したがって SEC に登録するための契約証券は実際には存在していないと。だから SEC にね、登録するかどうかっていうところに関して、自己的にハウェイが、テストされるので、その登録するっていうところに関してに、投資契約があるかどうかっていうのは関係ないと。で、救済措置のためのテストは、被害を受けた当事者が救済措置を受けたいと思うような状況を想定したものであり、継続的な関係を構築するためのものではありませんと。このため SEC はしばしば全てのトークンを破棄し、プロジェクトを閉鎖する、公正な財源資金を提供することだけを要求しますと。で、これらの全ての事実と法律で存在すると仮定されているが、実際には存在しない証券に対する既存の登録制度の問題、さらにトークンの匿名性、管理不可能性の組み合わせにより、良い準拠解決策のない、最悪の事態が発生することと。準拠というのはあるものをよりどころにしてそれに従うと。だからつまり前例があるかどうかってところですね。で、それは全体として本当に悪い状況ですと。SEC は暗号の規則制定に携わるべきですが、我々はみんな知ってるし、彼らも知っていますが、それが実現しないのはそれが技術革新につながらないから、ですと。残念なことですと。だから規制をかけると暗号通貨っていう技術のね、革命に対して、セーブさせちゃうことになるから、規制制定っていうのがね、進んでいかないと。で、これに対してもね、B さんまたコメントされてまして、確かに資料深い議論なんですが、私はリップル社が公正な通知によってのみ勝てるということには同意しませんと。一般的な事業の要素でも勝てると。で、一般的な事業っていうのは、リップル社と XRP 保有者の間に共同の事業があったかどうかっていうね、疑問に対しての視点です。で、この方ですね、弁護士さんの方、コリンズさんって方ですもんね、コメントされてまして、議会が立法化するか、SEC が妥協して規則を作るかしないか限り、米国の証券法の執行に変化や進歩がないことを理解するために、この全文を読むことをお勧めすると。あと、一般ユーザーの方もね、もし SEC がこのままくだらないことを続けるなら、米国で許可される暗号は CBDC だけになってしまうだろうと。デジタル資産ですね。で、銀箔の帽子をかぶって最初からそのつもりだと言わないようにしているが、確かにそのように見え始めているというね、コメントをされています。といった形でですね、今 SEC の方も、提出されましたので、今後ですね、略式判決で、進んでいくかと思います。でですね、一応ですね、来年の前半には、結果が出るんではないかっていうことで、リップル社のね、スチュワートさん、最高法律顧問の方がですね、過去コメントをされてますが、それに伴ってですね、また情報の方細かく出てくるかと思いますので、僕の方でですね、毎日情報の方は精査して、動画の方もできるだけ毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらね、また次の動画も見ていただければと思います。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安さん流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINEの登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方にすべてね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けております
ので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。